しいエンジン。全世界の人気を集めるポケットモンスターシリーズ。そんなポケモンの初代である、ポケットモンスター赤、緑は、少年時代の思い出を追体験することをコンセプトに、最初は子供ではなく、大人をターゲットにしていたことが知られています。そのためか、初代のポケモン図鑑は、大人向けの恐ろしい説明が多いことも有名です。今回はその恐ろしいポケモンの1体、海竜を紹介します。海竜、ドラゴンポケモン、高さ 2.2 メートル、重さ 210.0 キログラム、大きな体格で空を飛ぶ、地球を約16時間で一周してしまう。お分かりいただけたでしょうか？皆さんご存知、この地球。海竜は、わずか16時間で地球を一周してしまうのです。地球の円周は約4万 km なので、海竜の平均の速さは、約 694.4 メートル毎秒。音速の2倍、マッハ2です。実は、マッハ2のポケモンは、海竜の他にもう1匹います。なんというポケモンでしょう。タイムアップ。正解は、ピジョットです。ピジョットも、マッハ2で飛び回ります。マッハ2で飛ぶポケモンって結構いますね。音速を超えた物体には、変わった現象が起こります。物体から音が発せられる時の様子はこんな感じです。これが物体の速度によってどう変わるか、速度を上げながら見ていきましょう。まず、音速を超えていない状態。音速と同じ状態。マッハ2。マッハ5。それぞれこんな感じです。いや、全部速度同じじゃねえか、というツッコミがあるかもしれませんが、速度より波の出方を変えた方が比較しやすかったのでこうしました。音速を超えた物体の周りでは高圧状態になり、衝撃波が生まれます。線が集中しているこの部分は、空気が集まっていて高圧状態です。衝撃波の形状はこの高圧部分の円錐形になります。この衝撃波が、窓ガラスを割ったり、ソニックブームと呼ばれる大きな音を出したりするわけです。ちなみに、前回の動画で紹介したポニータは100メートルを 0.5 秒で走りましたが、海竜は100メートルを 0.1 秒程度で飛んでしまいます。比べ物にならないね。近くに人を置いてみたら吹っ飛ばされるでしょうか。あれ、吹っ飛ばされないですね。超音速飛行物体の近くにいるからといって、吹っ飛ばされるほどの風を受けるわけではないようです。どうしても吹っ飛ばしたい場合は、正面から衝突させましょう。そういえば、ソニックブームってポケモンの技でもありましたね。これは、衝撃波で敵に20ダメージを与える技ですが、超音速飛行で生まれる衝撃波には、先ほど見たように、そこまでの力はありません。それよりもむしろ、爆音で耳がやられてダメージを受ける、という方が現実的な気がしますね。ソニックブームを覚えるポケモンは、こんなにいるのですが、彼らは全員音速を超えられるってことでしょうか？ Yes, we can. やりますね。そろそろ海竜の話に戻りましょう。他のポケモン図鑑を調べてみると、こんなことが書いてあります。海で溺れている人を助けるため、広い海をいつも飛び回っているという。海竜は強いだけじゃなくて、優しいのですね。渡るが愛用するのもよくわかります。ところでこの図鑑の説明、常識の範囲内の速度で飛び回っているならいいのですが、もし海をマッハ2で飛び回っていたらどうでしょう。さっきのことを振り返ると、波が大荒れするなんてことはないでしょうが、ソニックブームは発生します。うるさいですね。人助けをする以前に、爆音のせいで人に迷惑かけてる可能性がありますね。海竜視点は恐ろしく速くて、遭難者を見つけられる気がしません。もう一つ、ポケットモンスター3の説明文を引用します。遭難した男が助けられ、連れて行かれた孤島は海竜だけの楽園だった。ちゃんと速度制限していればこちらも問題ありませんが、海竜がたくさんいて、しかもみんなマッハ2で飛び回っていたら恐ろしい。実際に見てみるとこんな感じ。ああ、うるさい。
騒音郊外で視聴者様方に迷惑をかけていますが話を続けます。アニメのポケットモンスターでは、海流の島が紹介されています。こっちはちゃんと、ミニ流から海流まで揃ってます。アニメの方は特にソニックブームが発生しておらず、平和そうでよかったです。色々と面白かったので、ぜひ見てみてくださいね。さて、次はこの海流に乗ってマッパニで空の旅をしてみましょう。これはいい気分ですねー。うわぁ、何があったんでしょう。時を戻そう。どうやら向こうからもう一匹マッパニでピジョットが飛んできて、衝突事故が起こってしまったみたいですね。マッパニで飛行するという能力は羨ましいかもしれませんが、飛行ポケモン同士でちゃんとコミュニケーションを取らないと、このように事故が発生してしまいます。高い能力を得たら、それを行使するにあたり相応の責任を負わなければなりません。というわけで、今回のまとめです。海流とピジョットはマッパに出せる。超音速で飛ぶと、衝撃波とソニックブームを生む。ノブレス、オブリージュ。ご視聴ありがとうございました。おまけです。音速を超える物体にできる衝撃波の波形の作図方法です。本編ではざっくりと紹介しましたが、衝撃波の形は上のような作図方法で求めることができます。書くもの、コンパス、定規を用意してやってみてください。まず、半径 1cm の円を描きます。中心を点 O とします。点 O から、マッハ数のセンチメートルだけ離れた位置に打点します。その点を A とします。点 A から円に、2本接線を引きます。接線の引き方ですが、まず OA を結んで、OA の中点を求めます。中点を求めるには、垂直二等分線を描けば OK です。この中点を M とします。M を中心、OA が直径になるような円を描きます。この時にぶつかった2点と、A を結べば接線ができます。これが衝撃波の形です。立体が知りたい場合は、この図形の、OA を軸とした回転体を考えれば OK です。なぜこれで衝撃波の形が描けたことになるかというと、それぞれの手順で書かれてるものが何を表しているのか考えるとわかりやすいです。前提は、音も、物体も、進む速さが一定であること。そして、衝撃波の形を書くだけなら、その長さや大きさがいくつであっても、相似な図形であれば問題ないということです。だから、作図するにあたっては、音の速さを340メートル毎秒ではなく、簡単に1センチメートル毎秒と考えても大丈夫なわけです。物体がこの点からスタートして1秒経った時の状態を作図します。この点で発された音波は、丸1で書いた円になるわずです。そして、物体はマッハ2で動き続けているので、1秒後にはこの位置になります。これが、丸2で打った点です。丸3の接線は、先ほど動画で見たように、空気が集中しているこの部分を表しています。という感じです。疑問があったらコメント欄へ。ここまでご視聴してくださり、ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録はこちらから、Twitter、TikTok もよかったらフォローお願いします。またいつかお会いしましょう。バイバイ。